人間の成長は線形では伸びません。必ず何が起こるかというと、非線形ピリオダイゼーションっていうものが起こってくるんですが、つまりある時に今までうまくいってたのがうまくいかなくなることってあるんですよ。もしくは今まで全くうまくいってなかったのが突然うまくいき始めるとかあるんですよ。っていう、こういうデコボコっていうのが発生して、右斜め上に育っていって、最終的に改善っていう状況が起こります。これめちゃめちゃ重要です。スポーツ工学などにおいて、2010年以降の考え方です、これは。2010年までは、線形で徐々にアップしていくものであるって思われてたのが、非線形ピリオダイゼーションっていう考え方ができて、2010年以降の伸び方というのは段差がある。一時期スランプになって、もうスランプを脱出したら、信じられないぐらい能力がバンって伸びる時もあれば、またそこから下がる時もあればっていう感じです。お伝えしたいのは、昨日までうまくいってたのに、今日なんかうまくいかなかったみたいなのが一発二発発生したとしても、あまり気にしすぎる必要はないっていうのがお伝えしたいことですね。そして、堀さんの言ってる通りやってるんだけども、自分だけ改善されてる気がしない、こういう人もいるかと思います。それもまた、いきなり、今日まで全然改善してないけど、明日からパンって跳ねる可能性もあるんですよ。なので、これをじゃあ統一して考えるためには、一応提案してる、例えばグリシンであれば、取らなくても自由ではあるんですけども、取ってる人というのは基本的にはグリシンという不足要素はなくなるわけじゃないですか。要素っていうのは、栄養もあれば、ホルモンバランスもあれば、女性で言えば生理周期もあれば、体調とかもありますし、コロナウイルスがどうのかもしれないし、なんか大寒波が来たとかもあるかもしれないし、これ外乱ですね、全部。外乱の要素がたくさんあるので、何が自分に対してアプローチになってるのかっていうのがもう基本的にはランダムなんですよね。ただその中でも外乱が発生しても自分自身が気象改善という道において整えていく。右斜め上、右肩上がりにしていくっていうのが、この講座の中、プログラムの中でやっていきたいことっていう感じです。その後に、このプログラムの中ですでにやっている学習方法を、ディファレンシャルラーニングっていう形で一応表現されます。スポーツ工学とかの中では。作動学習っていうものですね。で、僕が毎日提案してることって、ちょっとずつ内容を変えてるってわかりますかね。例えば、スクワットをやった時もあれば、三角筋をやった時もあれば、明日からいきなり筋トレじゃないエクササイズを提案するかもしれないみたいな感じで、ちょっとずつ変えているんですよね。何をしてるかっていうと、人間って違いからしか学ぶことができないっていうのが、ちょっと考え方の一つとしてあります。だから何か一日ちょっとずつ変えていくことで違うことが起こって、それを作動する。それが学習につながる。これをディファレンシャルラーニングということですね。だから30日のプログラム、短とかって思うじゃないですか。30日間違うやつを用意してるんですよ、すでに。若干それがですね、前後するとか、状況を見て、鑑みてとかってあったりするんですけども、つまり、一日一日全く違うっていう知識であったりとか、刺激であったりとかっていうのを用意させていただいているので、なので、気象改善プログラムっていうのがメソッドと思って、メソッドっていうのがある一定、これだけやっときゃいいんでしょみたいな感じで思ってる人は結構多いんですけど、そんなわけではないんですよ。てか、それでうまくいくんだったら、皆様の気象なんて今頃改善されてるんですよ。ここに出会う前に多分。それがなってないっていうことは、何かしらいろんなことを入れないといけないということですね。で、気象改善プログラムでやってることの一つにアフォーダンスっていうのがあります。アフォーダンスって何かというと、環境設定です。簡単に言うと。皆様ちょっと立っていただきまして、靴紐を結ぶような動きをしていただいてもいいですか？はい、OK です。ありがとうございます。はい、そのまま元に戻っていただいて、椅子に座ってる方多かったですよね。では、椅子に、ちょっと行儀悪いですけど、足上げてもらっていいですかね、こんな感じで。足上げた方の足の靴紐結んでもらっていいですか？体勢変わってるってわかりますかね？つまり、気象改善ってこんな感じなんですよ。ある時は環境要因によって段差があるかもしれない。ある時は段差がないかもしれない。じゃあ、姿勢が変わりましたよね、今。姿勢が変わってやりやすさ変わりましたよね。やりやすさが変わったと同時に使ってる筋肉変わってますよね。使ってる筋肉変わってるということは神経系全部変わってきますよね。視覚変わってるし、状態変わってるし。つまり、椅子の上に足を置いてるだけで全く違う筋肉を使って靴紐を結ぶという結論を一緒にしてるんですよ。これがめちゃくちゃ重要な考え方です。だから、単一の何かをしたら、靴紐を絶対結べるようになってるわけではないんですよ。例えば、マイナス20度の世界で皆さん靴紐結ぼうとしてください。結べないと思います。手が価値観で。じゃあ、手袋をしたらもしかしたら結べるかもしれないですね。こういうのが重要なんですよ。だから自分はどこまで気象っていうのに対して余力を持てるのか。
靴紐だったらもう見なくても結べる人多いと思うんですよ。もう。でも、お子様育ててる人は、子供はそうじゃないですよ。靴紐も一生懸命、こう、針の穴を通すように、こう、見てやったりするっていう、こういう外乱が発生してるんですよね。ということは、目で見て頼ってるってことは、真っ暗な空間で靴紐は結べないかもしれないですね、そのお子さんは。まあ、地面の高さが自分の行動を誘発するっていうのがアフォーダンスの考え方になります。今ので言うと。つまり、外乱の温度が自分の行動、自分の筋肉を誘発するっていう発想です。環境の方が強いんですよ。だから自分の力を何とかしようとする人って多いですし、まあ、この講座も基本的には自分の力は底上げしていきます。でも、環境は無視していいわけじゃないんですよ。環境っていうのは逆説的に言うと、強烈なメッセージを自分に引き出すっていう考え方。これがアフォーダンスという考え方です。で、このプログラムのやってることのアフォーダンスっていうのは何かというと、集団プログラムなわけですよね。だからみんなが入ってるからやるっていう、すなわち集団心理っていうのをうまく活用するっていうのが重要なんですよ。まあまあなんというか、5時半からスタートするが、もう過半数以上来てるんだったら自分もそこに参加しよう。それは環境要因として大いにあり得るので、なので、なるべく自分の力、自分の努力というもので突き進んでいこうっていうのではなくて、他人の力をうまく借りたりとか、場の力を借りて、楽に自分の能力を成長させる。これはできるんですよ。日本人的な考えって努力しないと身につかないって思いがちなんですけど、それは間違いなので、努力をしなくても勝手に筋肉ついてたらそれがいいんですよね。でもそれは YouTuber を見てたら勝手に筋肉がつくわけじゃないんですよ。物理じゃないといけないので。そこら辺を楽はしたいんだけども、その楽の方向性っていうのをぜひとも探していく。環境を探していく。これが重要っていうのがお伝えしたいことです。